おい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 、どういうことですかこれ。おい、移行失敗してんじゃないの、バージョン2に。だいたいバージョン2って何よ。朝国ライブバージョン2って。何？視聴者を厳選？つまりこれ合わない人はとことん合わないよ。これ合わないかもしれないね。まあいいか。まあね、朝国ライブが今よりさらにいいものになるんですか？どういうこと？これを見た人は健康になって彼女ができて身長が伸びて髪の毛が生えてさらに決まっちゃう。世界中でカンニバリ。これまずいね。これさらに進化しちゃってるよ。おいちょっと人誰か教えてこないで。おはようございます。今日も皆さんね、素晴らしい朝を迎えてしまったということで、なんかさっきね、なんかジャバジャバってなってました。これ緑だよ。後ろ緑色ですね。これ見てください皆さん。ここ朝ここライブバージョン 2.0。 どういうことなんですかね。それでも起きていない人がいるようですから、起きて顔止まってた。起きてくださいね。皆さんね、今日から朝ここライブバージョン2ということで、ちょっと気持ちを新しくしてね、朝ここを迎えたいと思います。今日もいろんなニュースが入っているということですよ。早速見ていきましょうか。これは出てはいけない画面が出てしまいましたね。この画面出したかったんじゃないんだよ、全く。違う全然違う画面出しちゃった。今日はね、私の頭の上でゴトゴト騒いでいるのが視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。イエーイ。なんかね、さっきちょっと出てましたけど、移行ですからね。新しい朝ですから、もういろいろ用意したのもね、全部ね、もうね、めちゃくちゃ新しいオープニングも用意しないといけないですしね。ちょっと時間足りなかったよね。そういうわけで、今日もね、ニュースを見ていきましょうか。それではですね、こちらのニュースを見ていただきましょうか。皆さんご存知の通りですね、今ホロライブのアークですね。アークはですね、このようにね、以前アークのアルファボス、ちょっといつもよりも強いボスをチャレンジするために、これね、準備をしているところだというのはご存知だと思うのですけど、これね、6月3日にですね、ちょっと今現在のアークのマップで頑張っている人たちでね、ちょっと一番強いボス行ってみたんですけど、ボコボコにされて2回ともね、全ロス、2回目でさらに全ロス、残っていた戦力をつぎ込み全ロスをしてしまったという状況があったのですが、なんとですね、こちらのね、この中にいらっしゃいますこちらアークアベレーションが生み出しました、もうウルトラハイジンことゆずきチョコ先生。こちらはね、ちょっとウルトラハイジンで有名でね、今皆さんご存知だと思うのですけども、こちらね、ボス戦のためにね、私たち再戦を決意しましたので、今準備をしています。なのですけれども、なんとちょっとボス戦の準備とはいえね、あまりにもちょっと凄まじい時間の配信をしてしまっているんですね。これちょっとやばいですよね。11時間？深夜ゲリラで11時間？深夜に始めてもこれ昼になるで。ちょっとやばいんじゃないですかね。皆さんの意見は、これは配信、えらいことになってる。狂ってやがる。やば。くしゃこちらですね、もうあまりにも長い
い時間の配信となってしまいましたことでね、皆さんね、やっぱチョコ先生のファンの方もね、体調を心配してるんですけども、やっぱ一番心配してるのはどうやら YouTube のね、この枠が12時間を超えてしまいますと YouTube の枠がアーカイブが消えてしまうということでね、これ左側のはねギリギリでやめたらしいんですけどね。まあこれちょっとやばいですよね。これ現実よりもアークにいる時間が長くなっているような気がしませんかね。しかもですね、これね、もう現実よりもアークが長くなってしまったことにより、なんとこれつい3時間前くらいのツイートなんですけども、呼吸するようにアークを起動することが当たり前になってしまい、もうパソコンにね前に座った瞬間にもう腕が勝手にアークを起動していると、もう勝手にアーク起動よ腕がということが起きてしまっているらしいんですね。もうこれはまずいですよね。これに対しこんな症状が出ちゃってますから、これに対し有識者 2.0 の C 氏はIsn't that scary as fuck? これちょっとね、有識者が 2.0 で変わりましたね。Isn't that scary as fuck? これどういう意味なんでしょうかね。ということを言うと、さっきの画面に戻るんですね。こちら Isn't that scary as fuck? これはね、どういう意味かと言いますと、まあこれ皆さんね、今回覚えてほしいフレーズがこちらのas fuck ですね。まあ as fuck fuck ですね。これ皆さん日常でもよく使う言葉ですので、ぜひ覚えていただきたい。scary というのは怖いですね。怖い、これはよくねわかると思うのですけども、 isn't that これは、is not this is a pen などで is を使うときは断定をしていますね。これはペンです。ですがこれは断定にプラス not ですから、どういう風に使うかと言いますと isn't つまりなんとかだとは言ってないんですね。なんとかじゃねねと皆さんに聞いてるんですよ。isn't 断定をしてるんですけど、でも断定もできない。つまり断定したいんだけどできないからみんなに聞いてるんですね。じゃねそして怖い。そしてこの as fuck というのはどういう意味かと言いますと、この直前にある文字に対してこの怖いという言葉ですね、これを最大強調する言葉です。as fuck これね、なので例えば私のおっぱいCoco'sおっぱいis huge というのはビッグの最大形ですね。 as fuck って書いたらココのおっぱいって死ぬほどでかくね。つまりもうね as fuck をつけることによりもう大変なこの怖いを強調してるんですよ。ですからさっきの C 氏が言っているのは that はもちろんねそれですよね。それですね。ですからこのチョコ先生の症状、それって死ぬほど怖くね。もう手が勝手に動いちゃってるということですからね。ということでね、皆さん英語をねちょっと覚えちゃいましたね。 Isn't that scary as fuck? 有識者が何を言っているかと言いますと、それってやばくね、それって怖くねって言っちゃってるんですね。もうこれチョコ先生ちょっと有識者に怖がられちゃっていますから、ちょっと自重してもろてということが言えるのではないでしょうか。それでは次のニュースに行きましょうか。なんとクソザコ速報が入っているようですね。一体何ですかクソザコって。もうちょっと勘弁してくださいよ。なんとですね、6月の5日金曜日ですねに配信されましたこちらあまねかなたしの弾丸論破というゲームの配信ですね。こちらの中でですね、なんとクソザコ問題発言があった
ようなんですね。これどういうことなんですかね。皆さんご存知かと思いますけども、ご存知の人はね、ちょっとね、ネタバレしないでいただいて。実はですね、ゲームの中のこちらのセリフ、これね、ちょっと、上の方ね、天音かなた氏の頭の左上はね、弾丸論破という、素晴らしいゲームのネタバレにつながりますから、これはね、川田来てんじゃないよ、全く。ネタバレにつながりますから、これはモザイクさせていただきましたが、こちらのセリフ、モザイクの下のセリフを読んでください。へえ、知らなかったわ。シャワーなんて一度も浴びたことないし。これに対し、天音かなた氏がね、汚いって言ったんですよ。確かにそれは汚い。間違いなく、シャワーなんて一度も浴びたことない。これはね、間違いなく、汚いですよ。これは異論なしですよ、天音かなた、こら。異論はないのですが、なんとこの直後に、放ったセリフがクソ雑魚。この直後に、天音かなた氏は、ここに集中しすぎた時のキレはここかよって言ったんですね。これは皆さんの意見は草これは許されない。草おい停止ここらビッグ草にこういう時ね、皆さん先ほどの教室を思い出していただいてね、こういう時にですよ、こういう時に皆さん思い出すべきなのがさっきの教室ですね。こちらね、先ほども言いましたけど、草やっぱね、こういう時にね、草というぐらいでしたらこちらをつけてもろて、草 as fuck とやればマジ草、死ぬほど草という意味になるんですね。ですからこのヒュージね、もちろんこれもでかいという意味ですから、でかい草を生やしたいときはヒュージ草、そして草を強調したいときは草 as fuck というね、言い方をぜひしていただきたい。そしてね、ファックがね、センシティブワードに入っていますので、私のファックが言えないようにコメントになってますね。その際には私のねメンバーシップに入っていただけましたら、これですね、私の頭上にもアズファックができるようになりますので、ぜひね入ってもろて、こんなんどうでもいいんだよ。これね、ちょっとカナタン、こらお前何言ってんだよお前これあそこに集中しすぎた時の綺麗ここ風呂入ってるよ。さすがに風呂入ってるよ。ね、最近カナタンとディスコードで会話通話もね、もちろん最近するんですけど、その時もね、第一声がね、カナタン最近どうよ、最近風呂入ってるみたいな感じでね、そういう会話から始まってますけど、こら何言ってんだお前、風評被害ですよ、全くもって。こうね、確かにね、風呂入ってない時ありますけど、頭かゆくなって初めて入るんだよねってカナタンに言ったこともありますけど、これはさすがにバカ野郎、もっとやれ、もっとネタにしてくれてええんやで。とはね、思いましたけど、これに対し有識者 2.0 の C 氏はbitch telling bullshit。 ちょっとね、bitch telling bullshit とね言っていますね。これちょっと英語でこれどういう意味なんですかね、皆さん。そういう時にはね、ちょっと勉強していきましょうか。bitch telling bullshit、 これはね、どういう意味かと言いますと、皆さんね、見覚えと言いますか、聞き覚えの書き覚えのある文字があると思うんですけど、こちらのbitch ですね。このビッチというのはね、何かと言いますと、みんな日本語でもね、ビッチってよく言いません？ビッチ、あの女ビッチ。でも実は英語で使われるビッチというのは、日本で使われるタリングのちょっとね、N を追加し忘れたってね、クソ雑魚してるんですけど、これ気にしない。気にしない。このビッチというのは、英語で使われますときは、そういうビッチっていう、日本語で言うビッチっていう意味は実はないんですよ。全くなくてですね、
これは完全にこの女などというね、女性を表す言葉になりますね。つまり Hey bitch こんにちはそこの女性という感じでね、その辺の名前を知らない女の人に声かけたくなりましたらHey bitch とおいこんにちはっていう意味ですね。Hey bitch はちなみにHey bitch Hey bitch はイコールこれはこんにちはなんですけども、これぐらい気軽に使われている言葉なんですよ。なので皆さんね、日本で使うベッチとこちらで使うベッチは違うということをぜひ本日はね覚えていただきたい。そして telling というのはあの人に何とかを telling 言っている、これはわかりますよね。 tell は電話とかでも使われますけど言うという意味ですね。こうですね。言う。そしてこちらもね、皆さんね聞いたことなかったらぜひこれからね使うのでよく覚えておいてください。こちらね bullshit、 これはブルというのはレッドブルのブルですね。牛でしょ、牛という意味ですね。シットというのは牛のクソですね。これはクソという意味です。うんことかちょっとシュッとしてくるって言ったらトイレの大きい方をしてくるという意味になるんですね。つまりこれはそのまんま訳しますと牛のクソ、この女牛のクソを言ってるでという意味ではないんですね。これは違うんですよ。実はこのブルシット、この牛とクソという言葉が合わせますと嘘消えた嘘という言葉になるんですよ。嘘ですとかデタラメですとか本当ではないことですねを表すのが牛のクソということなんですね。でも皆さん牛のクソは実際にはありますからね。でも牛クソを合わせるとここで頭文字取ってるんじゃないですかね。ソ牛クソのねうとソを取ればもう嘘ですから、これ分かりやすいね。ブルシットってどういう意味だっけ、ちょっと訳してみよう。牛クソ嘘かって思っていただければ皆さんね覚えやすいと思います。こちらのブルシット、嘘という意味、つまりbitch telling bullshit はどういう意味かと言いますとこの女嘘いいやがってこの女嘘を言いやがってどういう意味になるんですね。皆さんこれね、ここ剣士が言いたいことが分かりましたね。あまねかねた、お前私が風呂入ってないみたいなそんな言い方はバカ野郎すんじゃないよこの野郎。もっと言え、いいぞもっとやれということですね。有識者の推薦ちょっとねほぼライブ USA の方なんでこんな感じでねちょっと英語でやっていくみたいですね。というわけで皆さんもうお気づきかもしれませんが、これからの朝ココ 2.0 進化しました朝ココはニュースプラスドラゴン流英語教室へと変わっていくことになります。皆さんこれは賛否両論だと思いますが、皆さんがね朝から素晴らしく勉強ができますようにこれした方が唯一私がね即興でできること、下準備ゼロでできるのはこちらのねドラゴン流英語教室なんですね。このようにねドラゴン流英語教室を受けることでできるサラリーマンはさらにできるサラリーマンになり、できるクソガキどもはこれ受験に受かっちゃいますね。これ全部受験になるんでね受かっちゃいますということですね。
なので皆さん、これからは朝ここニュースをね取り上げていくんですけど、そのニュースに絡めて皆さんがもう自由にね口からね吐き出せるような呼吸するように吐き出せる英語を教えていきたいと思いますので、これからも毎朝よろしくお願いします。これに対し有識者は、毎朝朝ここを決めるだけで受験に受かりできる社会人に、これね、できちゃいますね。もう毎日やられたらね、もう嫌でも脳がね勝手に覚えるんで、もう勝手に覚えてもらっちゃうんで、これでね皆さん朝ここ200回記念にはもうペラペラよ。皆さんの意見は0点になってんじゃないよバカ野郎、採点するんじゃないよ。ナイス、これは素晴らしい。助かってますね。Thank you for your support! というわけで今日の天気はちょっと背景が 2.0 じゃないんですけどね、これ新しい背景をね、わためしには進呈しましたので、新しい朝ここわため、これからも新しい朝ここの天気をよろしくね。それでは皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。おはようございました。SHIT